お久しぶりです。3D プリオです。今回はプルサミニからプリント中に爆音がし始めたので、これを解決していきたいと思います。音の発生場所は Y 軸のベアリングで、グリスがなくなった可能性が高いと思います。どうもこの家にあったグリススプレーを吹きつけていたのが原因だと思います。この手の石油系溶剤のものは、元々のグリスを溶かしてしまったり、樹脂にも悪影響を及ぼすようなので、使うべきではなかったです。また、長期の潤滑には向かないようなので、使用しないようにしましょう。なので、グリスアップするには、プリンターをばらさないといけません。前々からオレンジのパーツを白にしたいなと思っていたので、ばらすついでに変えていきたいと思います。ちょうどフィラメントが届いたので、早速印刷しました。ではばらしていきます。ちょっと長くなるので、要所要所で解説していく感じにするので、適当に早送りしながら見てくれればと思います。モーターのケーブルがあるので、あまり引っ張らないように注意して、バックプレートを外します。実は、ばらすのは2回目なので、あまりホコリがありませんが、ロッドについたホコリや古いグリスはきれいにしておきましょう。ベアリングの中の古いグリスもきれいにしておくといいと思います。多めに詰めてもロッドに通すとはみ出てしまうので、余分なグリスは拭き取っておきます。3つのベアリングにグリスを刺したら元通りに組み立てていきます。注意しなければならないのはベアリングの向きで、このようにボールの列が下に並ぶようにします。あとは固定するプレートの中央にベアリングが来るようにして固定します。ベアリングが2個の方を外側になるようにし、外側から先にロッドにスライドさせていきます。バックプレートを固定するときは、アルミフレームを上から押した状態で締め付けます。
ベルトの張り加減ですが、緩すぎずきつすぎずでなんとなくでいいと思いますが、わからない場合はこのような張力計のデータがプルサのサイトにあるので使ってみるのもありかと思います。ヒートベッドは中央部、上下、左右、角の順に締め付けます。以上で Y 軸は完成です。では次は X 軸をばらしていきます。両端のネジを外します。この2本のネジを外すとホットエンドが外れるので手で押さえておきます。この溝にフィラメントの削れたカスがついている場合はきれいにしておきましょう。結構よくあるんですが、エクストルーダーからカチカチと音がしたらフィラメントが送り出されず、この溝でフィラメントを削っているので小窓からチェックしてみてください。主な原因はノズルの詰まりだったりしますが、今回は割愛させてください。アルファベットが変わっていますが、特に変更箇所はわかりません。スプリング付きのネジを締める前に反対側のネジを締め忘れています。スプリング付きのネジはこの高さと同じになるように締めます。
チューブがしっかり奥まで入ったのを確認するため、端から 25mm のところに印をつけ押し込むのですが、かなりきつくて思うように入ってくれません。チューブを冷凍庫に5分ほど入れておくと収縮するので入りました。ほら。このナットを取るのが一番大変でした。叩いたりして衝撃を与えて、なんとか取り出せました。とうとうどうしても取れないものがあったので、ハンダゴテでほじくり出しました。
ベアリングの向きに注意して取り付けます。ジェット軸のベアリングは動く距離が短く、ロッドに傷をつける可能性が低いので、注油する必要はないようなのですが、ここまでばらしたついでにと、ないよりはあった方がいいでしょうってことでやっていきます。ベアリングにグリスを塗ったら、元に戻していきます。向きはありません。
PTFE チューブで抜くときに変形した部分ですが、カッターナイフで切る方が綺麗に切れます。ニッパーだと変形してしまい、フィラメントがスムーズに通らなくなります。セルフテストをして問題なければ、ノズルをヒートベッドになるべく近づけて、ベッドをスライドさせ、ノズルとの距離に差がないことを確認します。次にバネコーシートで X 軸のロッドのねじれを確認します。最後にノズルが X 軸の左右で同じ高さかどうか確認します。このあたりの手順や調整方法はプルサのサイトのナレッジベースに詳しく書いてあるので参考にしてみてください。オートベッドレベリング機能があるので多少のズレなら問題ないようですが、私は気になるタイプなので紙とか挟んだりして調整しました。以上で完成しました。プルサといえばオレンジと黒のイメージですが、白と黒もシンプルにまとまって気に入りました。肝心のグリスアップの効果ですが、このように静かになりました。今回はスプレータイプのグリスが浸透しやすいだろうと思って使ったのが間違いだったわけですが、そうでなくても結構このノイズ問題は多いようなので参考になれば幸いです。普段のメンテナンスとしては定期的にロッドのホコリは取り除き、薄くグリスを塗っておけばいいみたいです。あとどこかで見たのですが、10スプールプリントしたら今回のように直接ベアリングにグリスを塗るように推奨されていました。ということで今回は以上です。長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。